ジム顔なのにガンダムと同レベル。ジェスタ RGM96X ジェスタは地球連邦軍の UC 計画のもとアナハイムエレクトロニクス社によって開発された試作型モビルスーツ RX0 ユニコーンガンダムの随伴機としてユニコーンの護衛援護という役目を担うため生み出された特殊作戦用モビルスーツである。ユニコーンガンダムに搭載された特殊 OS、NTD システムによって発揮される最大稼働モード、デストロイモードは、他を圧倒してしまうほどの高い戦闘能力を発揮できる反面、活動時間に限界があり、大部隊に対して組織的な戦いを継続する継戦能力の欠如という弱点を兼ね備えていた。その弱点を補うために、開発されたジェスタは、ユニコーンガンダムが、敵入タイプもしくは強化人間の殲滅に専念できるよう、それ以外の敵機を排除するという役目を担っていた。そのため、ジェスタに最も求められたものが、あらゆる戦況に対して完璧に対応でき、高性能と高水準の拡張性を併せ持つ量産機の開発というコンセプトであった。いわゆるスペシャルスタンダードというコンセプトで、開発されたジェスタは、量産機でありながら、性能向上のため、当時の新技術がふんだんに盛り込まれており、ジェガンタイプの性能を大幅に上回る機体性能を獲得。最終的にロールアウトを果たした際のスペックは、かつてアムロレイの上記としてシャアの反乱を戦い抜いた RX93 ニューガンダムの9割に達していたと言われている。さらにジェスタ用に新規製造されたバックパックは2機のスラスターを備えるだけのシンプルな構造ではあるが、その最大推力はユニコーンガンダムに追従できる性能が備わっていた。なお完成したジェスタは12機が評価試験のためロンドベル隊のラーカイラムへと配備されている。ジェスタの機体構造。当時の最新技術が各ユニットに導入されたジェスタの機体構造は動力系を中心にベースとなった RGM89D ジェガン D 型を大幅に上回る更新が図られている。頭部は地球連邦軍系モビルスーツの使用を継承したバイザータイプとなっており、ジムスナイパーに近いヘッドギア状の新型マルチセンサーを搭載。これによって複数の敵機を同時に感知・捕捉できる機能を有していた。腕部と脚部には重装効果が施されており、高い耐久性を獲得させた一方で、脚部に搭載されたサブスラッサーと姿勢制御用バーニアによって重力下でも優れた運動性と俊敏性を実現。目標を瞬時に制圧できる作戦遂行能力を獲得し、ジェガンタイプとは一線を画す仕様に仕上がっている。ジェスタの機体バリエーション。ジェスタ最大の特徴はスペシャルスタンダードというコンセプトで開発された通り、従来の量産機に比べて高い基本性能の獲得という点にある。それを踏まえた上で本機に搭載された兵装は汎用性に優れた標準装備を採用し、従来機よりも強化されたビームライフルやビームサーベル、ハンドグレネードなどを装備。さらにユニコーンガンダムの随伴機としていかなる戦況にも対応可能な汎用性も求められたため、オプション装備による特化型形態の運用も視野に入れた設計が行われている。そのバリエーション装備の1機が RGM96X ジェスタキャノンである。そもそもオプション装備を装着し、モビルスーツ自体の汎用性を高めるという構想はジェスタのベースとなったジェガン D 型などですでに取り入れられており、連邦軍系モビルスーツの主流となっていた。その流れを組んだジェスタのオプション装備はジェスタ自体の機体性能の高さと出力の余裕も相まって強化ユニットとして優れた性能を発揮。中でも火器管制機能を強化した重装備仕様の RGM96X ジェスタキャノンは従来の地球連邦軍系支援用モビルスーツの砲撃能力と重装効果に加えてスラッサー類の増強も行われたことで総合的な戦闘能力向上に成功している。右肩部にはジェネレーター直結式の大出力ビーム砲ビームキャノン、左肩部には特殊弾頭を撃ち分けることが可能な4連マルチランチャー、両脚部には計4機のハンドグレネードを装備。機体各部に装着された増加装甲は周囲を傷つけない爆裂ボルトによってパージする仕様になっている。本機のこの仕様はラーカイラムへと搬入され、同艦のモビルスーツ部隊トライスターの一人ワッツステップニーの上記として運用されている。EWAC ジェスタ。原作小説版機動戦士ガンダムユニコーンに登場するジェスタの EWAC 装備仕様形態。頭部を早期警戒管制システム EWAC 装備に換装させ、両腕部には各種観測機器を装備させたことで
前線での威力偵察を目的とした開発が行われている。原作ではラーカイラムに配備されており、先行してダカールで破壊行為を行う AMAX7 シャンブロの戦闘データ映像を収集。ユニコーンガンダムとの戦闘の一部始終をラーカイラムへと送信していた。公式な設定画などはなく、その姿形は不明とされている。RGM96XS ジェスタシェザール隊仕様 A 班装備。このジェスタのバリエーション機は宇宙世紀0097に実施された不死鳥狩り作戦に投入された特殊使用機である。不死鳥狩り作戦の目標である RX0 ユニコーンガンダム3号機フェネクスを露獲するために用意された本機のオプション装備は、推力の強化に重点を置いた高機動形態であり、フェネクスの追跡を担った A 班装備として位置づけられている。装着されたオプション装備は94式ベースジャバーの大型ブースターを腰部背面に2機搭載し、戦況によっては3機装着して出撃することも可能になっている。装備は通常シールドを排除し、ビームライフルなどの標準的な武装にとどまっている。スラスター推力は約2万 kg ほどの向上を果たしたが、それでもなお悪魔的な加速性能と機動力を持つフェネクスを追尾することはかなわなかった。またシェザール隊仕様の共通装備として、頭部には宇宙空間を高速で移動するフェネクスを捉えるためのセンサー強化ユニットが追加装備されている。RGM96XS ジェスタシェザール隊仕様 B 班装備。このバリエーション装備は長距離狙撃を可能にするメガビームランチャーを搭載し、不死鳥狩り作戦において遠距離からの狙撃でフェネクスへの牽制足止めすることを目的に開発された装備である。機体そのものの仕様は頭部のセンサー強化ユニット以外通常のジェスタと同じ仕様になっている。このメガビームランチャーは RGZ95 ディゼルが装備していたものと同型で、命中精度を高めるためトライポッドがマウントされている。RGM96XS ジェスタシェザール隊仕様 C 班装備。この装備は捕獲用兵装キャプチャーガンを装備し、機動力を補うため89式ベースジャバーを併用したフェネクスの捕獲を目的に開発された装備である。宇宙空間を高速移動するフェネクスを A 班が追尾、 B 班が長距離狙撃による牽制足止めをかけ、最終段階で C 班がキャプチャーガンによってフェネクスを捕獲するという算段が取られていた。このキャプチャーガンは電磁式のネット弾を放出する特殊装備で、 C 班装備は予備兵装としてビームライフルも携行していた。結果的にフェネクスの圧倒的な機動力とヨナバシュタの乗る RX9 ナラティブガンダムの介入によって捕獲作戦は失敗している。なおシェザール隊は6機小隊で構成されており、 A 班装備は隊長のイアゴ・ハーカナ、タマン、 B 班装備はデラオ、パベル、 C 班装備はフランソン、アマージャが登場し、3種類のバリエーション装備を2機1組で運用、フェネクス捕獲のために投入された。ユニコーンガンダムの護衛随伴機として開発されたジェスタは、当時のジェガンタイプの上位機種として完成に至り、そのスペックはニューガンダムの9割に到達するほどの機体として誕生を果たす。その機体性能の高さから RX0 を中心とするラプラス事変や不死鳥狩り作戦などに投入され、トライスターやシェザール隊などの連邦軍内でも指折りのエースパイロットたちに配備された。宇宙世紀0090年代後半では量産機として最高クラスのスペックを誇っていた本機ではあるが、軍縮の時代背景とともに高コスト面と特殊な開発コンセプトが問題となり、開発計画は頓挫。宇宙世紀大暗転以降になると、ジェガンの回収型にあたる RGM89J ジェガン J 型に性能面で肩を並べられ、小型モビルスーツ開発計画、フォーミュラー計画などの第2期モビルスーツ軍が台頭し始めると、そのジェガン J 型ですら旧式扱いという性能の低い機体へとなり下がってしまう。逆を言えば、宇宙世紀0096時点で宇宙世紀大暗転時代のジェガン J 型の性能を実現させた量産機という点では、当時のジェスタが優秀な機体であったと言える。しかし機動戦士ガンダム F91 の劇中では、小型モビルスーツを投入するクロスボーンヴァンガードに相対したジェガン J 型のパイロットから、連中は速い、この大型ジェガンタイプじゃダメだという弱気発言が出るなど、ジェスタを含むジェガンタイプの終わりを告げたセリフだったのかもしれない。以上、ジム顔なのにガンダムと同レベルジェスタの解説を終わります。
最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。